今日は JLPTN さん N2 レベルのリスニング練習です。今日のテーマはお弁当の歴史です。昔の農民の食事から今のキャラ弁まで辿っていきます。少し難しい言葉が出てくるかもしれませんが、まずは話の流れを楽しんでください。最後には今日出てきた文法を丁寧に振り返っていきますので、楽しみにしていてください。今日のゲストは松尾さんです。お弁当の歴史や文化にとても詳しい方です。こんにちは、松尾です。今日はお弁当の話ができることを楽しみにしていました。こちらこそ来ていただいてありがとうございます。今日は暑い中こちらまで大変じゃなかったですか？少し汗をかきましたが、涼しい部屋に入ったらすぐに落ち着きました。それは良かったです。では、少し落ち着いたところでお弁当の話に入っていきたいと思います。お弁当の歴史って一体どこまで遡ることができるんでしょうか？実は平安時代にまで遡ると言われています。当時は干した米をそのまま携帯していたようです。これは日飯と呼ばれるもので、水やお湯をかけるだけで食べられる、とても実用的な携帯食でした。お湯をかけるだけで食べられるなんて、今のインスタント食品みたいですね。まさにそうなんです。実は、日飯は、今のアルファ米という保存食のルーツにもなっています。それは知りませんでした。1000年以上前の知恵が今にもつながっているんですね。その後、鎌倉時代から戦国時代にかけて、お弁当は農作業や戦のための食事として広がっていきました。農民たちは田んぼで働く合間に竹の皮や木の葉に包んだおにぎりのようなものを食べていたそうです。竹の皮に包むってなんだか素朴で温かみを感じます。それに、竹の皮には抗菌作用があるとも言われていて、暑い季節でも食べ物が傷みにくかったんです。昔の人は経験の中で自然にそういう知恵を身につけていったんでしょうね。そうだと思います。戦国時代になると、兵士たちも同じように携帯できる食事を必要としていました。陣中食と呼ばれる梅干しを入れたおにぎりや干した魚などが兵士の力を支えていたそうです。梅干しが入っているのは保存のためだけじゃなくて疲労回復にも良かったんでしょうか？おっしゃる通りです。梅干しの酸味には疲労回復の効果があるとされていて、戦う兵士には最適だったんです。昔から日本人はお弁当に味だけじゃなくて機能も求めていたんですね。そう思います。その考え方は時代が変わっても、実は今のお弁当文化にも受け継がれています。江戸時代になるとお弁当の文化はまた大きく変わっていくんでしょうか？はい。江戸時代はお弁当の歴史の中でも特に大きな転換点だったと言えます。この時代に庶民の間でお花見や芝居見物といった娯楽が広まり、お弁当は楽しみの道具にもなっていきました。娯楽のためのお弁当というのは、それまでの実用的なお弁当とはまた違う魅力がありそうですね。おっしゃる通りです。この頃に登場したのが幕の内弁当という形式でして、これが今のお弁当の原型になっています。幕の内弁当は、もともと芝居の幕間、つまり休憩時間に食べる弁当として生まれたと言われています。幕の内という名前もそこから来ていたんですね。今まであまり意味を考えたことがありませんでした。そうなんです。俵型のおにぎりに焼き魚や卵焼きなど
複数のおかずが少しずつ詰められているのが特徴です。いろいろな種類のおかずが少しずつ入っているのは、見た目にも楽しくて飽きなさそうですね。実は、この少しずつ、いろいろという発想こそ、日本のお弁当文化の根本にあるものだと、私は考えています。それは面白い視点ですね。一つの箱の中に小さな世界が広がっているような感じがします。まさに、そのイメージです。江戸時代の人々も、その小さな世界を外出先で楽しんでいたわけです。お弁当箱そのものにも江戸時代から何か特別なこだわりがあったんでしょうか？ありました。漆塗りの豪華な弁当箱や、重箱と呼ばれる重ねられる箱まで、身分によって使い分けられていたんです。弁当箱が身分を表すものでもあったというのは想像していませんでした。裕福な商人たちは、お花見の際に、豪華な重箱を持ち寄って、その美しさを競い合うこともあったそうです。お弁当が単なる食事ではなくて、一種のステータスシンボルにもなっていたんですね。その通りです。一方で、庶民の間では、もっと簡素な竹皮弁当や、競技で作った軽い弁当箱が使われていました。同じ江戸時代のお弁当でも、身分によってこんなにも違いがあったんですね。はい。ただ、身分に関わらず、お弁当を通して、家族や仲間と食事を分かち合う文化は、共通していたと思います。身分の違いを超えて、お弁当が人と人をつなぐ役割を果たしていたというのは、素敵なお話です。それでは、江戸時代の次、明治時代になるとお弁当は、どのように変化していったんでしょうか？明治時代になって、最も大きな出来事は、鉄道の開通に伴って、駅弁が誕生したことです。駅弁というと、旅の楽しみの一つとして、今でもとても人気がありますよね。最初の駅弁は、明治18年に、宇都宮駅で売られたと言われていて、おにぎりとたくあんだけの、とてもシンプルなものでした。おにぎりとたくあんだけとは、意外とシンプルですね。でも、それだけ旅人にとってありがたい存在だったんでしょうね。その後、大正時代になると、幕の内タイプの駅弁が登場して、地域ごとの特産品を使った多様な駅弁が広がっていきました。それぞれの地域の特産品を使うというのは、まさにその土地を旅する楽しみですよね。おっしゃる通りです。駅弁は単なる食事ではなく、その土地の文化や誇りを伝える一つのメディアになっていったと言えます。一つの弁当がその土地を代表するものになるというのは、とても興味深い視点ですね。明治時代にはもう一つ忘れてはならない変化があります。それは学校での学びが広まったことに伴う通学弁当の普及です。学校にお弁当を持っていくという習慣もこの頃から始まったんですね。そうなんです。義務教育の制度が整うにつれて、子供たちが弁当を持って学校に通うことが当たり前になっていきました。学校に通う子供たちにとってお弁当は勉強を頑張るための大切な力にもなっていたでしょうね。ただ、当時は家庭の経済状況によってお弁当の中身に大きな格差があったことも忘れてはいけません。それは少し切ないお話ですね。子供たちもそれぞれの家庭の事情を感じ取っていたんでしょうか。そうかもしれません。当時の記録を読むと、白いご飯だけの弁当を恥ずかしいと感じていた子供もいたようです。お弁当という身近なものの中にも、その時代の社会の姿が映し出されているんですね。まさに、その通りです。
お弁当の歴史を追うことは、日本社会そのものの歴史を追うことにも、つながっていると思います。それでは、大正時代から昭和時代にかけては、お弁当にどんな変化があったんでしょうか？大正時代には、アルミ製の弁当箱が普及し始めました。軽くて丈夫だったので、瞬く間に広まっていったんです。アルミの弁当箱、私も祖父母の家で見たことがあります。今考えると、あれも歴史的なものだったんですね。そうなんです。あの銀色の箱一つにも、庶民の暮らしを支えてきた、長い歴史が詰まっているんですよ。昭和時代に入ると、戦争の時期もありましたが、お弁当の文化はどうなっていったんでしょうか？戦時中は、食料が非常に不足していたため、お弁当と呼べるものすら、満足に作れない家庭が多くありました。日の丸弁当と呼ばれる、白いご飯の真ん中に梅干しを一つ置いただけの弁当が、この時代を象徴するものとして、よく語られます。日の丸弁当という名前は聞いたことがありますが、そこにそこまで重い歴史があったとは知りませんでした。質素な弁当ではありましたが、その一つの弁当に、当時の人々の我慢と願いが込められていたのだと思います。食べ物一つにも、その時代を生きた人々の思いが込められているというのは、心に残るお話です。しかし、戦争が終わり、日本が復興していく中で、お弁当の文化も、少しずつ、明るさを取り戻していきました。復興とともに、お弁当も少しずつ豊かになっていったんですね。それは、聞いていて嬉しくなるお話です。高度経済成長期に入ると、お弁当のおかずも、卵焼きやウインナーなど、彩り豊かなものが、一般的になっていきます。卵焼きやウインナーというと、なんだか懐かしい、昭和のお弁当のイメージが浮かびます。この時期には、タコさんウインナーのような、子供が喜ぶ工夫をした形のおかずも、家庭に広まっていきました。タコさんウインナー、懐かしいです。あれはいつ頃から作られるようになったんでしょうか？諸説ありますが、昭和30年代頃、洋食器メーカーの広告がきっかけになったという説が、よく知られています。たった一つのアイデアが、何十年も日本中のお弁当箱に影響を与え続けているというのは、本当にすごいことですね。この時期には、遠足や運動会の弁当にも、特別な工夫がされるようになり、行事とお弁当の結びつきが、より一層強まっていきました。運動会のお弁当って、なんだか特別なワクワクする記憶がありますよね。よくわかります。私も、母が作ってくれた運動会のお弁当のことは、今でもはっきりと覚えています。どんなお弁当だったんですか？よかったら聞かせてください。いなり寿司と唐揚げが必ず入っていました。あの甘辛い匂いを思い出すだけで幸せな気持ちになります。匂いの記憶って本当に強く残るものですよね。私までなんだかお腹が空いてきました。高度経済成長期の後、社会人になった人たちのお弁当文化にはどんな変化があったんでしょうか？サラリーマンが急増したこの時代には、妻が夫のために作る、いわゆる愛妻弁当という文化が社会に根付いていきました。愛妻弁当という言葉自体に当時の家庭のあり方や夫婦の関係性が現れているように感じます。おっしゃる通りです。ただ、この背景には、女性が家庭に入ることを前提とした、当時の社会構造もあったと言えます。なるほど、一つの弁当文化からも、当時の社会構造が見えてくるんですね。そして、1970年代から80年代にかけて、
コンビニエンスストアが急速に広まり、お弁当の販売スタイルは大きく変わりました。コンビニ弁当の登場は、忙しい現代人の生活にとって、まさに革命的だったのではないでしょうか。まさに、その通りです。お弁当は、家で作るものから、いつでも手軽に買えるものへと、その位置づけが大きく変化しました。手作りの温かさと手軽さという便利さ、その両方が今も共存しているというのは面白いですね。そして、平成に入ると、お弁当は、単なる食事という枠を超えて、自己表現の手段へと変わっていきます。それは、まさに今よく耳にするキャラ弁のお話につながっていくんでしょうか？おっしゃる通りです。キャラ弁という言葉が広く使われ始めたのは、2000年代に入ってからだと言われています。キャラ弁は、アニメやゲームのキャラクターをお弁当の中に精巧に再現するものですよね。そうです。この背景には、育児雑誌の普及や、インターネットの発達が大きく関係していると考えられています。インターネットで他のお母さんたちのお弁当を見られるようになったことがきっかけになったんでしょうか。まさにそうです。ブログやレシピサイトを通して、工夫を凝らしたお弁当の写真が、次々と共有されるようになりました。見せ合うことで、お互いに刺激を受けて、どんどんクオリティが上がっていったんですね。その通りです。子供にお弁当を楽しんで食べてほしいという親の愛情がキャラ弁を発展させた原動力だったと思います。キャラ弁を作る親御さんは朝とても早く起きて準備しているという話を聞いたことがあります。精巧なキャラ弁になると1時間近くかかることも珍しくないそうです。まさに朝の芸術作品ですね。1時間もかけるというのは本当に大変な愛情表現ですね。ただ、その分、親の負担も大きそうです。実は、その負担が近年、社会問題として取り上げられることも増えてきています。どのような形で問題として取り上げられているんですか？完璧なキャラ弁を求めるあまり、親が精神的に追い詰められてしまうケースも報告されているんです。子供のためを思う気持ちが、かえって親自身を苦しめてしまうというのは、なんとも複雑な問題ですね。そのため、最近では、完璧を目指さなくてもいい、というメッセージを発信する専門家も増えてきています。完璧じゃなくても、気持ちがこもっていれば、それで十分素晴らしいと私も思います。私も全く同感です。お弁当の本質は見た目の完璧さよりもそこに込められた思いにあると私は思います。そう考えると平安時代の姫路から今のキャラ弁まで実は変わらない一本の糸が通っている気がします。素晴らしい表現ですね。まさに、誰かのことを思って作る、その気持ちこそが、お弁当の一番の本質なのかもしれません。さて、ここで一旦、リスナーの皆さんへの質問タイムにしたいと思います。皆さんには、お弁当にまつわる何か特別な思い出はありますか？家族が作ってくれたお弁当でも、自分で作った思い出でも構いません。ぜひコメント欄で教えてください。それでは、そろそろ松尾さんとの対話に戻りたいと思います。先ほどのお話に関連しますが、キャラ弁の広がりには、インスタグラムなどの SNS も影響を与えているんでしょうか？間違いなく、大きな影響を与えています。写真を美しく見せることを重視する文化が、お弁当の世界にも浸透しているんです。映える写真を撮るために、お弁当作りにより力を入れる人も
増えていそうですね。そうですね。一方で、見た目の美しさばかりが注目されて、栄養バランスが後回しにされてしまう懸念も指摘されています。見た目と栄養、両方のバランスを取るのは、なかなか難しそうな課題ですね。おっしゃる通りです。とはいえ、SNS がお弁当作りへの関心を高めたという良い側面も間違いなくあります。これまでお弁当を作らなかった人が SNS をきっかけに始めてみるということもあったんでしょうね。まさにその通りです。若い男性が SNS を見て料理やお弁当作りに興味を持つようになったという例もよく耳にします。お弁当作りが性別を問わず誰もが楽しめる趣味として広がっているというのは素敵な変化ですね。平安時代の姫主は生き延びるための切実な食事でした。しかし、今のキャラ弁は誰かを笑顔にするための愛情表現になっています。目的は大きく変わっても誰かのために食べ物を用意するという根本の気持ちは変わっていないんですね。そうですね。そう考えると、お弁当は日本人の優しさの歴史そのものと言っても過言ではないかもしれません。これから先、お弁当の文化はさらにどんな風に進化していくと思われますか？一つには、健康志向がさらに強まり、栄養バランスを考えた機能的なお弁当がより重視されていくと考えています。それはまるで戦国時代の陳中食が持っていた機能性に少し似ているような気もします。面白い指摘ですね。歴史は繰り返すと言いますが、お弁当の世界にも同じことが言えるのかもしれません。環境問題への意識もこれからのお弁当文化に影響を与えていきそうですね。おっしゃる通りです。使い捨て容器を減らして繰り返し使える弁当箱に注目が集まりつつあります。江戸時代の重箱のように大切に長く使う弁当箱がまた見直されているというのは興味深いですね。まさにその通りです。新しい技術と昔ながらの知恵とがこれから融合していくのではないかと私は期待しています。今日のお話を伺ってお弁当という身近な存在の奥深さに改めて気づかされました。そう言っていただけると長年お弁当の歴史を研究してきた甲斐があったと感じます。最後にこれからお弁当を作ろうと思っている方に何か伝えたいことはありますか？完璧を目指さなくていいので、まずは誰かを思う気持ちを一つでも詰め込んでみてほしいと思います。その言葉、これからお弁当作りを始める方々にとってきっと心強いメッセージになると思います。今日は本当にたくさんの貴重なお話をじっくりと聞かせていただきました。ところで、松尾さんご自身はどうしてお弁当の歴史にそこまで興味を持たれたんですか？きっかけは、祖母の遺品の中から古い曲げわっぱの弁当箱が出てきたことでした。曲げわっぱですか？気のぬくもりを感じる素朴な弁当箱ですよね。はい。その箱を手にした瞬間、祖母が生きた時代のことをもっと知りたいという気持ちが自然に湧いてきたんです。一つの弁当箱が松尾さんの研究者としての人生を変えてしまったんですね。大げさに聞こえるかもしれませんが、本当にそうなんです。あの日から古い資料館や博物館を巡る日々が始まりました。研究を進める中で特に印象に残っている資料や発見はありましたか？江戸時代の商人が書いた日記に、お花見の弁当の中身が細かく記録されていたのを見つけたときは、本当に興奮しました。
日記という個人的な記録から当時の食文化が具体的に見えてくるというのは貴重な発見ですね。おっしゃる通りです。教科書には載らないような生活者目線の情報こそ、歴史を立体的に理解する上で欠かせないと思っています。そういった資料はどこで見つけることができるんですか？一般の人でも見ることは可能なんでしょうか？地方の資料館や大学の図書館に意外と多くの資料が眠っています。予約をすれば一般の方でも閲覧できることがほとんどですよ。それは知りませんでした。今度近くの資料館に足を運んでみたくなりました。ぜひ行ってみてください。きっと思いがけない発見があるはずですから。研究の中で逆に思っていたことと違っていた意外な事実はありましたか？キャラ弁はてっきり現代の発明だと思っていましたが、実は明治時代の絵本にも似たような発想の弁当が描かれていたんです。明治時代にですか？それは本当に驚きの事実ですね。人を楽しませたいという発想自体は、実は時代を超えて繰り返し生まれてきたものなのかもしれません。つまり、キャラ弁のような発想はいつの時代にも種のような形で存在していたということですね。その種が SNS という土壌を得て一気に花開いたのが今の時代なのかもしれません。素敵な比喩ですね。歴史ってまっすぐな一本道ではなくて種が形を変えて咲き続けているようなものなんですね。そう考えると、次にどんな形の弁当文化が生まれるのか、想像するだけでワクワクしてきますね。最後に松尾さんがこれから研究してみたいと思っているテーマはありますか？実は、海外に渡った日本人が、現地でどんなお弁当文化を築いてきたのか、次はそのテーマを調べてみたいと思っています。それはとても興味深いテーマですね。日本の弁当文化が海外でどう変化していったのか、私も知りたくなりました。ありがとうございます。今日は本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。最後にもう一つだけ、お弁当作りが苦手な方に簡単なアドバイスをいただけますか？冷凍食品や前の日の残り物を使うことは全く恥ずかしいことではありません。むしろ賢い工夫だと私は思っています。それを聞いて少し肩の力が抜けた方も多いんじゃないでしょうか。江戸時代の庶民だってあるものを工夫してお弁当を作っていたんです。私たちもそれでいいんだと思います。歴史に学ぶってこういうことなんですね。今日は本当に肩の荷が下りるようなお話まで聞かせていただきました。こちらこそ、こうしてお弁当の歴史について語る機会をいただき、心より感謝申し上げます。最後に聞いてくださっているリスナーの皆さんへ一言お願いできますか？次にお弁当を開けるときは、ぜひその中に詰まった長い歴史にも少しだけ思いを馳せてみてください。素敵なメッセージありがとうございます。松尾さん、本日は本当にありがとうございました。こちらこそ、貴重な時間を誠にありがとうございました。さて、皆さん、今日のエピソードはいかがだったでしょうか？お弁当という身近な存在の奥深さに少しでも触れていただけたなら幸いです。もし感想がありましたら、ぜひコメント欄でお聞かせください。それでは、今日登場した文法をここで一つ一つ丁寧に振り返っていきましょう。今日の対話の中で聞き取れなかった文法表現はありましたでしょうか？
答えの前に少し思い出してみてください。まずは N3 レベルの文法から確認していきますね。一つ目はにとってです。子供たちにとってお弁当は大切な力にもなっていたという文でしたね。二つ目はにおいてです。お弁当の歴史の中においても江戸時代は転換点だったという表現でしたね。三つ目はにかけてです。鎌倉時代から戦国時代にかけてお弁当が広がっていったという文でしたね。四つ目はに伴ってです。鉄道の開通に伴って駅弁が誕生したという表現でしたね。五つ目はにつれてです。義務教育の制度が整うにつれて通学弁当が広まったというお話でしたね。六つ目はかえってです。子供のためを思う気持ちがかえって親を苦しめてしまうという表現でしたね。そして七つ目はとはいえです。SNS には課題もあるが、とはいえ良い側面もあるという表現でしたね。以上、7個が N3 レベルの文法でした。ここからは N2 レベルの文法を振り返っていきますね。8つ目はにわたってです。1000年以上にわたってその知恵が受け継がれてきたという表現でしたね。9つ目はにかかわらずです。身分にかかわらず食事を分かち合う文化は共通していたというお話でしたね。10個目はと言っても過言ではないです。優しさの歴史そのものと言っても過言ではないという表現でしたね。11個目はつつあるです。繰り返し使える弁当箱に注目が集まりつつあるというお話でしたね。そして最後12個目はではないかとです。技術と知恵が融合していくのではないかと期待しているという表現でしたね。以上、5個が N2 レベルの文法でした。合わせて12個の文法でしたね。いくつ覚えていましたか？全部覚えていなくても全く問題ありません。N3 レベルと N2 レベル両方の文法が出てきた少し骨のある回でしたね。難しく感じた部分はぜひ日を改めてもう一度聞き直してみてください。繰り返し触れることで少しずつ自分の言葉として使えるようになっていくはずです。これからも一緒に JLPTN3 N2 に向けて着実に歩みを進めていきましょう。今日の松尾さんのお話を通じて、お弁当というあまりに身近な存在の奥深さを改めて感じさせられました。平安時代の姫路から江戸時代の幕の内弁当、そして今のキャラ弁まで本当に長い旅でしたね。それぞれの時代にそれぞれの理由があって、お弁当は形を変えてきました。でも、その根っこにある誰かを思う気持ちだけはずっと変わらなかったんですね。日本語の学習もそれと少し似ているのかもしれません。学び方や教材は時代とともに変わっていきます。でも、もっと上手になりたいという皆さんの気持ちだけはいつの時代も変わらないと思います。今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。この番組が皆さんの日本語学習にとって少しでも意味のある時間になっていたなら嬉しく思います。他のエピソードでも日本の食文化や伝統行事について様々なお話を紹介しております。興味を持たれた方はぜひそちらも合わせて聞いていただけたらと思います。次回はまた違う切り口で日本の暮らしと文化について
皆さんにお届けする予定です。次はどんなテーマに出会えるのか、今から楽しみにしていただけたら幸いです。よろしければ、チャンネル登録や高評価も、いつも大きな励みになっております。コメント欄に寄せられる皆さんの感想も、毎回、丁寧に目を通させていただいております。今日、松尾さんが話してくださった完璧を目指さなくていいという言葉、私も心に留めておきたいと思います。日本語の勉強も完璧を目指しすぎると、かえって苦しくなってしまうことがありますよね。少しずつでいいので、自分のペースで楽しみながら続けていくことが一番大切なのかもしれません。皆さんも今日出会った表現を焦らずに少しずつ自分のものにしていってください。そして今日から皆さんが毎日食べるお弁当が少しだけ違って見えてきたら嬉しいです。何気なく食べているその一箱に実は1000年以上の歴史が詰まっているんですから。それでは今日のエピソードはこのあたりで終わりにしたいと思います。改めまして、松尾さん、本日は本当に貴重なお話をありがとうございました。そして、リスナーの皆さんも最後まで一緒に耳を傾けてくださり、ありがとうございました。皆さんの日本語学習が今日も一歩前へ進んでいることを心から願っています。たとえ小さな一歩であっても、その積み重ねがいつか大きな実力へとつながっていくはずです。これからも一つ一つの言葉を大切にしながら一緒に学びを続けていきましょう。皆さんとまた次のエピソードでお会いできることを心から楽しみにしています。それまでの間、体調にはくれぐれもお気をつけてお過ごしください。日本語の学習も体調も無理をせず自分のペースで進めていくことが何より大切です。焦る必要は全くありません。皆さんそれぞれのペースで着実に進んでいってください。今日という日が皆さんにとって日本の食文化に少しでも近づけた一日になっていたなら幸いです。次にお弁当を食べるとき、少しだけ今日のお話を思い出してもらえたらとても嬉しいです。そして機会があれば自分でも簡単なお弁当を作ってみるのもいいかもしれません。どんなに簡単なお弁当でもそこにはきっと誰かを思う気持ちが宿るはずですから。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。それでは皆さんまた次のエピソードでお目にかかりましょう。どうぞ良い一日をお過ごしください。さようなら、また今度。